通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ピクサー最新作星つなぎのエリオからの話題になります。先日ですね、6月20日から海外で公開開始となりましたこの星つなぎのエリオなんですが、なんとですね、興行収入の予測通り正真正銘の大爆死となっているというんですね。これがですね、ちょっとシャレにならないレベルの爆死だということで、現在各社ね、これが一体なんでこんなことになってしまうのか、そんな分析も出ている状況です。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前ですね、このチャンネルでもお伝えしましたこの星つなぎのエリオ興行収入予測というのが非常に低いことで知られている映画でした。そして先日ですね、6月20日から公開になりまして、日本ではね、まだまだ先なんです。こちらね、8月1日とありますが、もう全米ではね、こちら公開されておりまして、今まさにですね、2週目の週末を迎えているところ、現在1週目の興行収入が出ているという状況なんですが、ひどいですよ。もうちょっとね、信じられないような数字になっておりますので、一体ね、どのレベルの爆死なのか、ちょっと見ていきたいと思います。エリオはオープニング週末の全米興行収入2100万ドルでピクサー史上最悪の初動記録に。ピクサーはエリオの公開初週末の興行成績によりついに過去最低の記録を正式に更新した。かつて映画の語り口における金字塔と称されたこのアニメーションスタジオは設立から39年の歴史の中で最悪のオープニング週末を記録してしまった。宇宙をテーマにしたオリジナル作品エリオは全米でわずか2100万ドル、海外でも1400万ドルと振るわず、世界合計でもたったの3500万ドルの滑り出しとなった。ということで、公開前のね、興行収入予測では相当低い興行収入というのが予測されていたんですが、蓋を開けてみるとですね、ピクサー史上最悪のオープニング成績となってしまったと、こういった状況なんですね。ちなみにですね、こちらロッテントマトになりますが、これね、見ていただくとわかりますが、オールクリティクス 83%、トップが 80%、ベリファイドオーディエンス高いですね、91%、オールオーディエンスが 89% ということで、これ 90% がずらっと並んでるわけではないので、もう超大絶賛というわけではないかもしれませんが、もうまんべんなくね、非常に高い数値となっておりまして、基本的にね、かなり好意的に受け入れられている、こういった評価なんですね。なんですが、こちらね、ボックスオフィス見てみましょうか。これがね、すごいことになってるんですね。現在、2週目の週末に突入しています。つまり、ここで出ている数字というのは、丸々1週間の成績と、そういったことをですね、ドメスティック国内が2600万ドル、インターナショナル海外が1400万ドル、そしてその合計ですね、ワールドワイドが4000万ドルということになっておりまして、これですね、バジェットが3億ドルかかってるんじゃないのと、そんな噂もあったんですが、現在これね、修正されておりまして、やはりね、さすがにそこまではかかってなかったみたいですね。現在は1億5000万ドルで制作されたと、このように言われています。で、この作品でね、本当によく言われるのが、誰も公開しているのを知らないんじゃないかというレベルのマーケティングの少なさなんですね。ですので、マーケティング費用はね、かなり抑えられているんじゃないかなと思うんですが、これがね、仮に5000万ドルかかっているとしまして、制作費が1億5000万ドルでしょ。で、トータルで2億ドルということですから、単純計算で損益分岐点には4億ドル必要ということになりますよね。皆さんわかります？ 1 週間経ちまして、現在ですね、このエリオ、損益分岐点の10分の1しか稼いでいないと、こういう状況なんですね。これやばさわかります？この初週末を10回繰り返すと、ようやくトントンと、当然ね、2週目はこれよりもっともっと落ちます。3週目はもっと落ちます。これを繰り返していくわけですから、先ほど言ったような状況はありえないんですね。つまり、この数字というのはですね、もう絶望的な数字と、こういった状況になってしまっているんですね。で、これがね、いかにやばいかというのはもう各社ね、初週からこういった見出しになってるんですね。エリオ、興行収入の失敗。なぜピクサーはオリジナル映画を制作できないのか。ここでね、フロップ、失敗と。こちらデッドラインですね。ウォール街のアナリストは、エリオの失敗はオリジナルアニメーションのデマイズを早める可能性があると述べつつ、映画会社の重役たちを責めるな。責めるべきは観客だと語っている。ということで、ものすごいこと言っておりますが、その前にですね、こちらですね、デマイズとあります。こちらが本日のキーワードになります。デマイズ。ビジネス、産業、システムなど、以前は強力であると考えられていたものの終わり。ということでね、こちらのデマイズというのは、終焉という意味になります。
で、これ終わりという意味でね、フィニッシュと、このような単語もあるんですが、ニュアンスは全く違うものになります。フィニッシュというのは単純に終わるという意味ですよね。なんですが、こちらのね、デマイスというのは、不可逆的な終わり、滅亡とか崩壊とか、こういった意味になるんですね。つまりは終焉という意味になります。ということで、こちらは、エリオの失敗は、オリジナルアニメーションの終焉を早めるかもしれないと、ウォール街のアナリストは語る。しかし、映画幹部を責めるな。責めるべきは観客だとも述べている。ね、これ一番言っちゃいけないやつだと思いますが、大丈夫でしょうかねちょっと見てみましょうか。エリオはわずか2100万ドルというピクサー史上最悪のオープニング成績で出だしにつまずき、ウォール街のあるアナリストの見方では、これは憂慮すべき傾向を浮き彫りにしている。ロッテントマトでは 84% という評価を得ており、年間でレビューされた全映画の上位 30% に入るにもかかわらず、このディズニー・ピクサー作品は今の時代を象徴する問題作となってしまった。TV 公演でメディア業界を担当するダグ・クルーツ氏は、オリジナルアニメと続編、派生作品との間の格差がコロナ以降非常に大きく広がっていると指摘しており、この乖離は今後深刻な影響を及ぼす可能性があるという。つまりもう続編しか人が入らないということですね。問題なのは、新たなヒット作を生まなければ、スタジオは自社の IP のポートフォリオを拡大できないということだ。この明確な傾向を受けて、映画スタジオはオリジナル IP のアニメ映画の制作許可を今後さらに減らすと私たちは予想している。そしてここカッコでね、このメディア担当の方、責めるべきは映画幹部ではなく観客の方だと。これは特にディズニーにとっては深刻な問題になり得る。なぜならディズニーはアニメ映画、テーマパーク、消費者向け商品の三位一体の連動によって企業全体の成長を支えているからだ。そしてこの下ね、このエリオですね、実はもう最初の予告編が公開されたのがすでに2年前なんですね。これずっと凍結されてたんですよ。で、なんでこんなことになったのかということがね、ここに書かれているんですね。これあくまでもこの人の見解ですよ。月曜の取引序盤、投資家たちは同様に慎重な姿勢を見せ、ディズニー株は一時 2% 下落した。しかしその後持ち直し、最終的にはわずかに上昇して 117.75 ドルで取引を終えた。今では個々の映画の成績が株価に影響を与えることはほとんどないが、テーマパークの製造ラインが機能不全を起こすかもしれないという冷ややかな兆候は市場を警戒させるには十分だった。こうした理由の一つから、ディズニーはエリオの公開を2024年から2025年に延期。特に CEO のボブ・アイガーが委任争奪戦、これプロキシファイトですね、に直面していた中で失敗作を避ける狙いがあったのだ。ということでね、ここでは何を言っているかと言いますと、以前もこのチャンネルでお伝えしましたね。ネルソン・ペルツによる委任状争奪戦、これプロキシファイトと言いますが、日本でいうところの大塚家具騒動ですね。あれがディズニーで起こりました。そして元いる取締役会は、この新たなね、ネルソン・ペルツ勢を徹底的に叩き潰したんですね。そして結果的にボブ・アイガーは勝利しまして、これまでの取締役会が維持され、ネルソン・ペルツは撤退するということになったんですね。つまり、これがね、2024年の出来事だったんですが、ここでね、ボブ・アイガーは下手を打つことができなかったと。つまり、ネルソン・ペルツというのは映画の失敗というのを、この取締役会のせいにしていたんですね。だから、ボブ・アイガーは、このエリを公開して失敗してしまうと、ネルソン・ペルツに隙を与えてしまうことになるので、それができなかったということですよね。要するに、ボブ・アイガー自身ですね、このオリジナル IP に自信がなかったことの裏付けにもなりますよね。だからやっぱりね、ディズニー自身が分かってるんじゃないかと思いますね。この見方を見る限りね、オリジナル IP は非常にリスキーだということですよね。こちら先ほどのバラエティの記事ですね。エリオの不調な動員を受けて、ピクサーは2017年のリメンバー・ミー以降、劇場公開向けの新規 IP を成功させられていない。この状況を見れば、ピクサーが続編やリブートに逃げ込みたくなるのも無理はない。でもそうなっちゃいますよね。ここ最近見る限りでも、そのピクサーだけに限らずディズニー全体で見てもね、モアナ2でしょ。インサイドヘッド2、そしてスティッチの実写版。結局のところやっぱりね、続編とリメイクなんですよね。しかし、長期的に見れば、老朽化しつつある既存のフランチャイズを、新たなキャラクターと物語で補充していく必要がある。トイストーリー、ミスターインクレディブル、ファインディング・ニモといった作品群の本拠地でもあるピクサーは、これまで家族向けのエンタメの金字塔とみなされてきた。だが、過去4作にわたる新規路線、2020年のパンデミックに大打撃を受けた2分の1の魔法、2022年のバズ・ライトイヤー、2023年のマイ・エレメントを見れば、もはやピクサー作品であるというブランド名だけでは、観客を劇場に呼び込むには不十分であることが明らかだ。ピクサーの現在の課題は、独自性を保ちながらも、わかりやすく売り出せる作品を作ることにある。そしてここからはね、その公開時期も悪かったと、このようなことも書かれていますね。ちなみにね、今回のね、こちらのエリオ、ディレクターがね、ここ3人いまして、1人ね、多分皆さんよくご存知ですよ。
こちらの方ですね。ドミーシー。皆さん覚えてますかこの方。私時々レッサーパンダの監督ですね。ちょっとね、何かとついていないと言いますか。私時々レッサーパンダ自体もね、あれ公開できなかったんですよね。パンデミックで。ようやくね、開けてエリを作ってみたら、評価されつつもとんでもないことになってしまったと。こちら先ほどの記事ね、デッドライン投稿しています。全くもってひどい報道だ。少し考えればすぐにわかるだろう。ディズニーがこの作品を潰したのは、リロ&ステッチやヒックとドラゴンの後ろという最悪のタイミングにねじ込んだからだ。重役たちが温め直したノスタルジーを無理やり観客に押し付けておきながら、オリジナル映画には同じレベルのマーケティングをしようとしない。それが原因の一端かもしれない。ねえ、これもうほんとみんな言ってますね。とにかくマーケティング不足だと。これほんと誰も知らないんですね、この映画。この方もそうですね。マーケティングチームのせいだと。ひどい仕事だと。くだらない意見だ。ディズニーがエリオをちゃんとマーケティングしなかったのが悪い。だって連中はステッチにばかり力を入れているんだから。だからディズニー自身もね、多分分かってるんですよね。だって売れる方をマーケティングする方がいいわけですから。だからこれほんと鶏と卵みたいな話になっちゃってて、マーケティングしないから売れていないのか、売れないと分かっていたからマーケティングをしなかったのかみたいなね。こちらピクサーポストしてますね。エリオはもう一つのピクサーの名作であり、現在劇場でのみ上映中ですと。ここね、ロッテントマト 88%。昔のピクサーが懐かしい。脚本はずっと良かった。ここ数年で最高のピクサー映画というのはかなり低い基準だ。申し訳ないけど、トイストーリー1が劇場公開された頃からの生粋のピクサーファンとして、エリオはこれまでで最大級のがっかり作の一つだった。さっき上映を見終わったところだけど、大して何も起こらなかったし、全体的に空虚だった。とはいえこの映画にはちゃんと刺さる観客もいると思うし、興行的にはうまくいってほしいと願っている。この映画が大失敗に終わってしまったのは悲しい。ちゃんと宣伝してくれたら嬉しいな。口コミで広まっていくといいですね。この方、もう全てをね、象徴しておりますが、新しいピクサー映画が公開されるんですかこれだ。きっと原因はこれだ。この方ね、エリオを見ました。でも劇場には私一人しかいませんでしたと。こちらスクリーンアウトいますね。ピクサー史上最も低い全米オープニング週末興行収入にもかかわらず、エリオは視聴者から絶賛レビューを受けています。この映画はポップコーンメーターで 90% を獲得しており、トイストーリーのオーディエンススコア 92% にも迫る勢いとなっています。はい、ということで本日はですね、ピクサー最新作、星つなぎのエリオが、ピクサー史上最悪のオープニング興行収入となってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さあ、いかがですか皆さん。もう巷ではね、お前たち続編やめろ、実写版やめろ、オリジナルを作れって言ってたじゃないかと。なんで見に行かないんだよと言ってる人ね、ものすごいたくさんいますね。もうこれはもう本当にそうだなと思いますが、みんなね、続編とか実写版、もううんざりしてるというように言いながらも、結局そっちにしか行かないというのが、現実なのかもしれませんね。もうね、これ、日本公開8月1日なんですが、海外ではですね、もう公開初週の時点で、お通夜状態です。これ8月1日の公開大丈夫なんでしょうか。話題が何もないということにもなりかねませんが、皆さんこの星つなぎのエリオ、ご覧になりますか。フクターこれ見に行きますよ。だって多分面白いですからね。これ見たら面白いですよ、絶対に。なんだかんだね、ココもソウルもめちゃくちゃ面白かったですから、フクターは見に行きますが、皆さんぜひね、感想を聞かせていただければと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。